どうもよろしくお願いします。高倉和也です。ゴジラ怪獣の好きなところを語る動画、ゴジラ怪獣ここが好き。今回もよろしくお願いいたします。というわけで、今回のテーマはこちらでございます。ジェットジャガーということでですね。いや、ごめんなさい。毎回ね、このジェットジャガーを動画で扱うときっていうのは、まずこの左の画像を使うことが多いんですけど、なんかね、この画像ちょっと面白いんですよね。なんでしょうね、この、後ろの妙に家庭的な雰囲気と、ジェットジャガーっていうのが一緒の画角に映ってる、この違和感というかね、なんか、ね、笑っちゃうんですけど、すいません、このね、ジェットジャガーの紹介ということで、今回はですね、概要編ということでですね、主な出演作についてのお話、それからですね、ジェットジャガーの特徴ですね、そして、なぜね、ジェットジャガーは今日まで愛され続けているのか、その愛されるポイントみたいなものをですね、最後にお話をしていきたいなと思っております。皆さんもですね、ジャガーを見習って明日からは愛されボーイ、愛されガールを目指そうという、ジャガーのように生き、ジャガーのように死ぬ、そんな人生をみんなで送ろうと、ね、参考にしていただければと思います。はい、というわけで、最後までよろしくお願いいたします。それでは、まずはですね、出演した作品についてのお話でございます。主な出演作としましてはですね、ゴジラ対メガロの一本ということになっております。実はですね、ちょっとこの映画はね、恥ずかしながらと言いますか、ジェットジャガーのね、動画を今回作ろうということを決めてからですね、本当についこの間、初めて見たんですけれども、すごいですよね。この映画ね、すごいですよね。なんかね、ちょっとおかしいんですよね、どっか。いや、例えばね、ゴジラ対ヘドラとかもね、あれはあれでかなりこう、狂気を帯びてるというか、そういうところがある映画だなというふうに思うんですけれども、このゴジラ対メガロはですね、それとはまたちょっと違った方向でね、なんか常軌を逸してるんですよね。具体的にどこがおかしいとかね。例えば脚本が変だとか、特撮のここがちょっとおかしいんじゃないのかとかっていう、そういうどこのあたりがおかしいのかっていうところをですね、僕はまだちょっとうまく掴みきれてないんですよね。でもとにかくね、何かがおかしいんです。ゴジラ対メガロは。ちょっとね、そういう映画全体のね、お話っていうのはですね、ちょっとまた別な動画でですね、やろうと思っておりますので、今回はですね、このジェットジャガーに重点を置いてお話をしていきたいと思います。この映画ではですね、ジェットジャガーは若い科学者、伊吹五郎によってですね、作られた等身大のロボット、人間とほぼ同じぐらいの背丈のロボットとして登場いたします。最初ね、登場したばっかりの頃っていうのはですね、まだね、ちゃんと頭がついてない状態、作成途中の状態で出てくるんですけれども、その後ですね、この伊吹五郎がですね、やたら熱そうな金属をガンガン叩いてるシーンとかですね。それどこで使うのっていうのはバーナーで炎をブワーって吹いてるシーンとかが流されまして、いかにもこう何か作ってる時間があるね、シーンを挟みまして、完成と。そういう風な形になっております。そんな作成場面を経て完成するジェットジャガーですけれども、このジャガーは当初ですね、この映画の悪役であるシートビア、海底王国の人間に操られまして、敵怪獣メガロのですね、水先案内人を務めるんですね。こっちが狙う場所だと、東京はこっちだぞというような感じで、道案内を務めるわけなんですけれども、このですね、操られているジェットジャガーのコントロールをですね、地上人が取り戻すと、ゴジラにね、付け立ちを頼みに行くんですね。謎の手話であれ手話なのかな、なんか、身振り手振りでね、こう、パパパパパってこう、サインを送ると、ゴジラが、ああ、そうか、みたいな感じで、すげえ話伝わってるんですけど、よく会話できたなっていうね。やっぱボディーランゲージっていうのは、こう、世界共通言語なんだなっていうのが、あの場面でもね、よく伝わるなと思うんですけれども。そんな感じでね、付け立ちを頼んだ後にですね、いきなりね、ジェットジャガーが自我を持つんですよね。急に自分の意志を持ち出してですね、で急に何の伏線もなくですよ、急に巨大化するんですよね。有名なね、場面なんで、今更あんま掘り下げることもないかなとはね、思うんですけども、急に自我を持ち、急に巨大化する。自我を持って途端にね、親指立ててサムズアップするあたりですね、なかなかこいつ陽キャだなと。時代が時代ならナイトプールとか言ってるんじゃないかな。自我を持った途端にナイトプール行って、オールで飲み会するみたいな。すげえ陽キャだねこいつ、クラブで踊っちゃうぜみたいな。ね、感じになってもおかしくはない。
それくらいやっぱジャガーって陽気なやつなんですね。でですね、映画の筋の話に戻りますと、一方、メガロンもですね、ガイガンに助立ちを頼みまして、2対2のタッグマッチという形に相なりまして、果たして勝つのはどっちだというようなですね、お話の映画となっております。映画としてのね、出演はこの一本なんですけれども、それに加えてですね、ジェットジャガーっていうのは、アメコミの界隈でも結構人気があるみたいなんですね。僕自身はですね、あまりそっちの、アメコミ作品っていうのは読んでないんですけれども、たまにですね、ネットで流れてくる画像とかで見ますとですね、なんか気流に乗って戦ったりしてるらしいんですよ。お前ロボやんけって。ロボインロボ。ロボバト漁師化状態になってるんですけど、そんな感じで結構ね、大活躍してるらしいです。なんかね、アメリカではですね、なかなかこっちの平成入ってからのバーサスシリーズっていうのが、向こうの国の方に輸出されるのに少し間があったみたいでして、その間ですね、昭和ゴジラのシリーズが何回も何回もテレビで繰り返し放送されてた時期があったらしいんですよ。だからこそ、子供の頃に何回も見たから、昭和のゴジラシリーズの大ファンっていう、そういうアメリカのゴジラファンがたくさんいるみたいな話もね、聞いたことがあるんですけれども、これちょっとそういう特撮関係のまとめサイトみたいなところで書かれていたことなので、あんまり確証というか、根拠みたいなものはないです。ちょっと話半分で聞いていただければなと思いますけれども。ともかくですね、このあたりが、ジェットジャガーの主な出演作となっております。それではですね、続いて、ジェットジャガーの特徴について見ていきましょう。といってもですね、映画の、筋の話のところで急な巨大化とか、急に自我を持つとかっていうのには触れましたので、それ以外のところですね。まず格闘能力ですね。戦闘能力としてはですね、素手での格闘というのが武器になってまいります。ですね、巨大化する時のね、ポーズなんかを見るとですね、いかにも手から光線を打ちそうなんですけども、ね、変身するって言っちゃいけないね。巨大化するときのですね、胸の光り方とかですね、見ると、いかにもなんかこう、ジュワーって感じがするんですけど、で、光線打ちそうな感じがするんですけれども、そういうのは特にないですね。画像にあるようにですね、目が光りますけど、ね、これは決してですね、僕がお気に入りのジャガー面白い場面を予告編から引っ張ってきてるわけではなくてですね、これはビームを打つところではなく、ただのサーチライトなんですね。周りを明るく照らすことができるという、そういう能力はあるんですけども、ちょっとビーム攻撃が持たないという感じになっております。ですね、それでもガイガンを両手で持ち上げて投げ飛ばしたりとかですね、ゴジラを抱えたまま飛んだりするなどですね、推進力を含めてですね、結構力は強い方かなと思います。そしてですね、すべての元凶と言っていいのかわかりませんが、ジェットジャガーに搭載されているこの良心回路というのがございまして、この回路の力によって、自我を持ったりとか、巨大化したりとかっていうことができるようになる、もう異常な発明ですよね。当然、最初からそういうことをですね、目的として作られた回路じゃないんですよ、良心回路っていうのは。人間の言葉に対してですね、適切に反応するとかですね、お辞儀を返したりとか、ね、急に人が来たらお辞儀をして挨拶するとか、言われたことに対して何か妥当な反応をする、ちょっと手を挙げて答えてみたりとかっていうことをするための回路なんですけれどもね。だから今で言ったら、アレクサとかね、あとシリみたいな感じですかね。そういう外からの刺激とかの状況に合わせて動作をするという、そういうものだったはずなんですけど、それだけだったんですけど、AI 人みたいな機能が、おそらく起動されてからいろいろな情報を学習した上でですよ、ラーニングをすることによってですね、巨大化機能と自我の覚醒をね、自分で自己開発したということですよね。だから、嫌ですよね。急にね、シリとかアレクサとかがほっといたら急に巨大化したりとか。ね、俺のスマホでかくなってねみたいなね。せっかくちっちゃいのが良かったからこれ買ったのに、急にもう iPad ぐらいのデカさになったりとかしたら嫌ですよね。そんなことがですね、起きてるのがジェットジャガーだと。だからそういうね、自分だけの力で自分の機能を自己開発していくっていうところとかを考えますとですね、言ってみればほぼほぼターミネーターなんですよね。だからジェットジャガーが、たまたまいいやつだっただけで、機能だけ見るとですね、ターミネーターに出てくるスカイネットと、ほぼ同じと言ってもいいのじゃないかと。スカイネットの方には巨大化機能がなかったので、ジャガーの方がより危険だっていうことまで言えるかもしれません。
自分の機能を開発していくっていう点においてはかなりスカイネットに近いかもしれないなと思います。だからまあ、ジェットジャガーにね、もし優しい心が芽生えなかったとしたらですよ、ジャガーを開発した伊吹博士の家を襲撃するのは、もしかしたら完全武装したリンダ・ハミルトンだったかもしれないんですよね。危なかったですよ、伊吹博士。そうなったらもう最後、重傷を負いながらもう息をへってなりながら、ね、爆弾の起爆スイッチを押すのを耐えるみたいな、そういう結末しか待ってなかったですからね。出演したのがハリウッドのアクション大作じゃなくてね、東宝の特撮映画でよかったなと。しかもチャンピオン祭りの時期のね、子供に向けて作られた作品でよかったなと思いますけど。まあ、そんなですね、スカイネット化することを免れたジェットジャガー。そんなね、超技術であるですね、もう良心回路による力ですよね。良心を持つ回路だという機能なんですけど、まさにこのですね、良心というのがですね、ジェットジャガーの愛されるところ、魅力だと思うんですよね。とにかくね、ジェットジャガーってね、いいやつすぎるんですよ。ね、人間のために戦ってくれるんですけど、このね、映画の、人類、シートピア海底王国人と区別した言い方だと、地上人の人たちって、これもうろくな奴がいないですからね。そもそもね、地下核実験したからメガロを送り込まれてるっていう、そもそものきっかけみたいなのもあるんですけど、それ以外にも例えばですね、シートピア海底王国人がですね、伊吹五郎、ね、このジェットジャガーを作った伊吹五郎をですね、それとその弟、まだ子供のね、小さい弟をですね、この二人をコンテナに閉じ込めて、地割れに落とそうとするという、そういう場面があるんですね。で、その時ですね、このコンテナをですね、地上人の男二人に、トラックみたいな、この建築現場に土砂を運ぶようなね、車を使って運ばせるっていうところがあるんですけれども、一応ね、ちゃんと、この頼み事を聞いてくれれば、金は払うぞというふうに、シートピア海底王国人の男はね、言ってるんですよ。ちゃんとビジネスライクな関係としてね、契約を結んでるわけですよ。ただですね、この地上人の男たちね、二人がですね、もっと近いところで荷物下ろしたいとか言い出すんですよね、急に。急に契約条件を変更しようとしてくるんですよ。そんなこと言うもんだからですね、ちょっとね、このシートピア海底王国人の男はですね、銃をちらつかせてですね、脅すんですね。ちゃんと言うこと聞けよと。約束守れよと。金はやるんだからということですよね。そうしたらですね、この二人組の男がいきなり表変してですね、いきなり暴力をボコボコに振るってですね、挙句にはシートピア海底王国人の男を崖の上から落とすんですよね。いや、普通に殺人ですからね。ね、しかも、報酬はどうするんだと。お前らこの男から報酬もらうっつってウキウキしたんじゃないのかというね。いいのかそれだと思うんですけど。でね、この後ですね、合流してきた、ね、主人公の仲間っていうのがいるんです。なんやかんやあってこのね、この崖からね、このシートピア海底王国人の男を突き落とした、ね、この地上人の男二人組とですね、主人公の仲間である、ちょっと若い男、レーサー崩れの男みたいなのがいるんですけど、そいつと合流してですね、あの怪しい男はどうしたんだっていうふうに、この主人公の仲間の男に聞かれるんですよ。そしたらですね、あいつをやっつけたぜって言うんです。正当化するなと。お前がやった罪を正当化するんじゃないと。そういうなんかね、身も蓋もないやつばっかりなんですよね。いや他にもね、たまたまね、お店の人が避難していないからって言って、勝手にね、店の商品をね、持ってくやつがいるんですよ。泥棒ですよね。シンプルに盗みを働くやつがいるんですよ。なんかブリキのそこそこでかい飛行機のおもちゃみたいなね、やつをですね、勝手に店から持ち出しちゃうっていう。で、その盗んだ飛行機のおもちゃをですね、シートピア海底王国人の顔面に投げつけて攻撃するんですよ。盗品使って暴力を振るうとか、ね。なんてやつなんだと。しかも、これをやってるのがね、子供ですからね。さっき、伊吹五郎博士と一緒に捕まってた、弟のちっちゃい子供がですね、このやたらでかくて硬そうなブリキの飛行機のおもちゃをですね、シートピア海底王国人の画面にバーンとぶつけるんですよ。この悪意がなさそうにね、やってるのがね、より邪悪さを引き立ててますけどね。で、またこのね、飛行機投げつけられたせいでシートピア海底王国人、結構重めの怪我をするんですよね。重たいけど、ブリキだし、金属のおもちゃだしね、尖ってるところとかもあるんですけど、ちょっとドン引きするレベルの出血を起こすんですね。それなに出るかと。ここまでのお話でうっすら分かってもらえると思うんですけど、シートピア海底王国人でね、割と弱いんですよ。
ブラックホール第三惑星人でももうちょっと頑張るぞ、と。うん。だってね、子供とね、レーサー崩れの若者をね、二人にボコボコにされるぐらいですからね。宇宙人だったらもう、そんなね、1.5 人分ぐらいの人数だったらもう、一人でどうにかしてやろうと思うんですけど、ボコボコにされるんですよね。まあそんなね、そんなにね、強くないんだけど、もう正当な、ちゃんとした理由で地上に復讐を誓ってる、ね、彼らをですね、まあ地上人はね、ボコボコにしたりとか、崖から突き落としたりとかしてるっていう、本当にね、割とクズしかいないんですよね。この映画の中の地上人って。まあそんなね、もう、どうしようもないクズしかいないこんな人類なのにもかかわらずですね、ジェットジャガーはこの人々を守るために戦ってくれるんですよね。まあ正直ね、別にジェットジャガー自身もね、そんなに強くないんですよ。そうですよね。戦闘用のロゴじゃないんですもん、そもそも。でもね、その自分の強さとかね、勝てるかどうかとか、そういったことはですね、関係ないと。目の前に困っている人がいるなら助けたいという。ただそれだけなんですよね。つまりジェットジャガーっていうのはですね、真にヒーローとしての心を持ったロゴということが言えると思うんです。だからこそですよ。どんなにピンチになってもですよ。ね。急に画面に映らないと思って次に映った時には、なぜか地面に埋められててもですね。ね。どんなにピンチになってもですね、ジャガーはね、いつも笑顔なんです。いつもニコニコ、ニヤニヤしてるんです。別に舐め腐ってるからニヤニヤしてるわけじゃないんです。ヒーローだから常に明るく振る舞おうと思って、笑顔なんですね。怪獣2体相手ですよ。ね、絶対辛い戦いのはずなのに、ずっと笑顔を絶やさず、ね、僕たち人類のために戦ってくれてる。このね、けなげさ。このね、けなげさがね、ジェットジャガーがね、まあ、今日も人気であり続ける理由なんだというふうに思います。ということでですね、今回の動画はこの辺りで以上とさせていただきます。ぜひとも高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ゴジラ怪獣ここが好き高倉和也でございました。どうもありがとうございました。